こんにちは、80代元気ばあちゃんです。今日は7日分のですね、お夕食の作り置きを作っていきたいと思います。今お買い物からね、帰ってきました。実はこの大きな買い物カートがね、もうとっても役に立っております。近くのスーパーでお買い物をするんですけども、孫 A 君がね、くれたんですよね。中がね、こんなに大容量なんですよね。はい。車輪も大きいし、中がこういう保冷になっておりますのでね、本当に助かっております。出してみましょうか。こんなたくさん入るんですよね。はい。お肉もこんなに大きいの3パックですね。それとお野菜類とかはやはりこのバッグがね、汚れないように私このビニール袋にまず入れて、こんな風にね、入れております。はい。まだあとこの後にキャベツとかも買ったりしてもまだ十分余裕がありますので、これは本当に助かっておりますね。車輪もしっかりしててですね、でその他にこう後ろ見ますと、ここチャックなんですよね。ここにもちょっとしたお買い物漬けを入れたり、それとね、ここにも物が入ります。横にはですね、この傘立てもね、ついてるんですよね。傘って意外とお買い物の時に邪魔になりますよね。これはもう何より大容量でですね、助かっております。これが7日分の夕食のですね、作り置きになります。それとそれに加えてですね、今回は家庭菜になっておりましたゴーヤ、それにピーマンですね。はい。それにトマト、青じそですね、大葉に、それとニラもですね、今日のお料理に使いたいと思って今取ってきました。お買い物はですね、週1回お肉の安い日があるんですよね。その日にまとめ買いしております。今日のお料理はですね、豚肉とお野菜の味噌炒め、かぼちゃと小豆のいとこ煮、きのこ5種のバター醤油炒め、自宅にあっておりましたゴーヤの酢漬け、それに厚焼き卵、この5種類をですね、作っていきます。こういうふうにですね、1週間作り置きしてますと、もう毎日がとってもね、安心感が違うんですよね。それと材料もできるだけバラエティに富んだ食材を使うようにしております。これが健康の源かなとね、いつも思っております。まずですね、ゴーヤの甘酢漬けを作ります。炒めて甘酢につけておきますので、まず最初にね、こちらから作っていきます。同じ自宅で採れたゴーヤなんですけど、苗が違ったんでしょうね。こんなに形が違います。これは私はもう初めてですね。どういう種類の苗を植えたのかちょっと覚えがないんですけどね。全然形がね、違いますよね。バターが美味しそうですね、これ。こちらの綿もですね、お味噌汁にこの種を取って入れても美味しいって聞きましたので、今回はちょっとふわふわのね、この綿が入ってますので、これ取ってみますね。夜にでもお味噌汁に入れてみましょう。やはり取り立てだからでしょうかね、この包丁の入り具合が全然違いますね。もうサクサク入っていきます。とってもなんか楽しいです、こう。はい。
こんなに大量になりました。ではいつものように米油で炒めていきます。ちょっとだけですね、お塩、お野菜がしんなりするようにですね、ほんのちょっとだけ入れます。お水にはさらしてませんので、ちょっとアクも青臭さも強いんですけど、私それがね好きなんですよね。でこの炒め加減もですね、柔らかいのが好きな方は細めに切ってしっかり炒めますけど、このゴーヤのね苦みとシャキシャキ感が好きなので、しっかり火が通ったらもう終わりにこれでね甘酢につけていきます。はい、ではもうこの辺りでいいと思います。そこでこの熱いうちにですね、甘酢をかけておきます。簡単酢と、これだけではちょっとですね、お酢味が足りないので、私はこの米酢もね、少し混ぜます。もう分量はもうね、目分量です。はい。で、ちょっとお酢、米酢も足しておきますね。はい。これで2時間ぐらいですね、ちょっとつけておきます。本当だったらこの常備菜として冷蔵庫保存でも、3日4日持つんですけど、私はもうお弁当箱に入れますので、これをしっかりしませて、味がね、馴染んだところで冷凍します。豚肉と野菜の味噌炒めを作ります。まずタレをね、作っておきます。お味噌をね、使いますけども、今回は先日作りました梅味噌をね、使って作っていきます。これを大さじ3使います。みりんとお酒大さじ2、梅味噌にもね、蜂蜜が入っておりますけど、少し甘み足したいので、お砂糖小さじ1杯入れております。お味噌は足りなさそうなので、あと大さじ2足してみましょう。だいたい1かけ分ぐらいと思って。ちょっとですね、お肉は今日3パックしますので、ちょっと足りないかなと思いますので、もうちょっとね、足しておきます。お酒とみりんもね、少し足します。はい。まずお醤油を軽く振って、ちょっと下味をね、つけます。ほんのちょっとだけですね。
片栗粉をこれでコーティングしていきますね。米油をですね、少し引いてます。なるべく広げて、しばらくこのままですね。ちょっと焼き色がつくまでちょっと置きます。焼き色が少しついたらですね、私は蓋をして、豚肉やっぱりしっかり火を通したいので、ちょっと火を弱めて、ちょっと2分ぐらいですね、蒸し焼きにします。では今から裏返して、後でお肉はね、このくらい色ついたら美味しいんですよね。はい、一旦裏返します。はい。玉ねぎを今から入れていきますね。玉ねぎもシャキッとさせたいので。一旦またちょっとですね、蓋をしてお肉にしっかり火を通します。蒸し焼きにしていきます。火を少し弱めておきます。では、もう十分火が通ったようですので、ピーマンと人参、これはもうほんと色付けぐらいですね。はい。強い火にして、もうこれでいいと思いますね。では完成です。これ粗熱をね取っていきます。かぼちゃと小豆缶のですね糸こ煮を作ります。これとっても簡単で美味しいんですよね。こういう硬いのはこの牛刀の方がやはりですね切れ味が違いますね。普段はねこの三徳包丁が安全でいいんですけど、こういう硬いものはやはりこちらの方がですね全然切れ味が違いますね。はい。取れてませんでしたけど、かぼちゃの皮の方にですね、少しこの皮を剥いでおきますと味が染み込みやすいので、こんな風にですね。はい。ではこちらのゆであずき缶を使っていきます。これを全量こちらに入れて、はい、これで炊いていきますね。いつも他の小豆缶をね買って使ってますのでお砂糖足しませんけど、今回のちょっと甘さ控えめと書いてありましたので、ちょっとだけお砂糖をですね加えてみます。もうあとはねちっちゃな火で炊いていくだけですね。15分ぐらいでしょうかね。時々途中で開けて底の方をちょっとかいてやりますね。焦げないように見ていきます。はい。ではかぼちゃもはいスーッと端が通ってねよく煮えたようですので、では火から下ろして粗熱を取ります。きのこ5種のバター梅醤油炒めを作ります。でこのお醤油はこの前ですね梅醤油作りましたので、これがもうちょうど使い始めていい時期になりましたので、今日はこれをね使っていきます。つけてた昆布もね取り出してた方がいいということでしたのでね、この昆布はまたちっちゃく切って佃煮みたいにしようかなと思っておりますね。
では、きのこをね、炒めていきます。こちらもオリーブオイルで炒めます。きのこはですね、私大好きなこともあって、毎週ですね、4種類5種類という感じでね、食材に使っております。一旦ちょっと炒めて、きのこはですね、しめじ、からエリンギ、しいたけ、まいたけ、えのきの5種類ですね。はい、一旦ここで油が回ったら、軽くお塩をしてですね、あと一混ぜしたらもうあんまり触らずに少し焦げ目がつくぐらいまでですね、待ちます。水分がこう出てきますよね。そしたらもうきのこが炒まった証拠ですので、火を2、3回繰り返します。もう1回ぐらい混ぜてですね、火を通します。最後にバターを入れてですね、今回はこの梅醤油を使いますけども、ポン酢でもいいですよね。それと普通のお醤油でも十分だと思います。ちょっとだけ塩コショウ。きのこのいい香りがね、してきました。これでまた粗熱をね、取っていきます。今から厚焼き卵を作っていきます。これももう毎週作ってるんですけども、中に入れるのをですね、いろいろ工夫して作っておりますね。パックになってる鮭フレークもよく使うんですけど、今日はですね、この前新潟に行った時に買ってきましたこの鮭ほぐし、これをね使って作っていきたいと思います。これね、ほんと美味しいんですよね。すっごいいいお味にね仕上がってます。それと自宅に生えておりましたニラもですね、ちょっと刻んで入れて色よく仕上げていきたいと思いますね。時はちょっとたんまり入れてみましょうかね。はい、こちらもね、とってもいいお味に出来上がってますので、あんまり味付けはねしません。ほんのちょっとだけ白だしとお砂糖を少し加えるぐらいにします。はい、このくらいですね。出来上がりました。1週間分ですね、冷凍ではありますけど持たせますので、私はしっかりめに焼きますね。はい、5品出来上がりました。こちらの冷凍できてレンチンのできるこのガラスのタッパーにですね、今から詰めていきます。こんな感じで今からですね、詰めていきます。あと蓋をして
で冷凍庫に入れていきます。こちらはもう今日のお夕食で食べる分のおかずですね。今日たくさん作りましたので、余ったのは孫にね、持たせたいと思います。はい。ではこちら、蓋をして、今、詰め終わりました。またこれで1週間ですね。安心して暮らせます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。